皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、未だ混沌の極みにあるアメリカ大統領選挙の現状と、その余波を受けるような形で、日本国内においては、作家の百田直樹氏と政治系 YouTuber 和也氏との間で法廷闘争が起こるかもしれないよといった話題をしようと思います。まず現状の確認なのですが、アメリカでは大統領選挙が行われ、国民による投票それ自体は終わりました。しかし、これによって次期大統領が確定したわけではありません。なぜならばアメリカの大統領選挙というのは各州で投票行動が行われ、それによって勝敗というものが決まるわけですが、そこで決まるのは、その州における大統領選挙人をどちらの党が取るかといったことが決まるだけです。そして各州の勝敗のその結果として得られた大統領選挙人が270人に達した方が勝利が確定します。ただし勝利が確定したからといって大統領に確定したわけではありません。なぜならばその270人の大統領選挙人が実際に投票するのは大統領選挙よりも後だからです。そしてその大統領選挙人が実際に投票したことによってようやく次期大統領が確定するのです。今回の大統領選挙におけるこの大統領選挙人の投票というのは12月14日です。ですからそれまではあくまでもどちらが優勢なのかといった話はできても、どちらかが次期大統領に確定したという話ではないのです。このこと自体は別に今回だけの特別ルールではありません。毎回のようにこのようなシステムでアメリカでは大統領選挙というものが進行していきます。そしてアメリカの大統領選挙においては国民の投票を受けるような形でどちらかが勝ったといったような勝利宣言をすることにより、実際には確定していないものがほぼ確定したものとみなして手続きというものが進んでいくのです。しかし今回の場合は大統領選挙において不正があったのではないかといった問題があることもあって、トランプ大統領とバイデン候補双方が納得するような形で私が勝った、私が負けたといったことは言っていません。ですから次期大統領というものが確定しているわけではないのです。そしてトランプ大統領は今回の選挙において不正があったといったことを主張していますから、その点に関して全米各州において法廷闘争というものが展開されています。それでは現状を把握するためにも各州で行われている法廷闘争というものがどのような展開になっているかまとめた記事を見てみましょう。トランプ氏、最高裁での審理難しい。テレビ出演で悲観的見通し。トランプアメリカ大統領は11月29日、FOX ニュースの番組に電話出演し、民主党のバイデン前副大統領が勝利を確実にした大統領選で大規模な不正があったと改めて主張し、徹底抗戦の構えを強調した。トランプ氏のテレビ出演は11月3日の大統領選後初めて。トランプ氏は一方で、選挙結果の逆転を目指す一連の法廷闘争が相次いで棄却されていることに関し、弁護団は最高裁判所での審理を望んでいるが、たどり着くのは難しそうだと批判的な見通しも示した。最高裁は必ずしも上告を受理する必要はない。大統領選は全米50州と首都ワシントンに割り当てられた計538人の大統領選挙人の過半数270人を得た者が勝利する。バイデン氏が306人、トランプ氏が232人を固めたが、各州が一般投票の開票結果を最終的に確定する12月8日、選挙人が投票する同14日を睨み、同氏は選挙に不正があったとして再集計を求めている。アメリカメディアによると、トランプ陣営の要請で中西部ウィスコンシン州で行われた再集計は11月29日終了し、バイデン氏が約2万票差をつけてトランプ氏に勝利したことが確定。再集計で判明した集計ミスを修正したところ、バイデン氏の票が87票上積みされた。南部ジョージア州では、知事と州務長官、いずれも共和党が再集計を経て、20日にバイデン氏が勝利したとする選挙結果を確定させた。これを不服とするトランプ陣営の要請で再々集計が行われている。中西部ミシガン州は23日にバイデン氏勝利の結果を確定させた。同州の最高裁は同日不正があったとする共和党陣営の訴えを棄却した。西部ネバダ州は25日にバイデン氏の勝利を宣言し、結果を確定させた。トランプ陣営は再集計を請求できる。弁護団は不正を理由にトランプ氏の勝利を認定するか、結果を無効とするよう州地裁に提訴。12月3日に審問が行われる。西部アリゾナ州では11月30日に
バイデン氏勝利の選挙結果を確定予定。同州での訴訟は棄却されるか、弁護団が取り下げている。東部ペンシルベニア州は24日にバイデン氏勝利の結果を確定させた。トランプ陣営は同州を訴訟構成の主戦場に位置づけるが、同州の連邦控訴裁、高裁は選挙結果を確定させないよう求めた陣営の訴えを棄却した。陣営は最高裁に上告すると表明している。この法廷闘争が各州で行われていることということに関しては、より深く理解するためには最高裁のメンバー構成についての事前知識が必要です。アメリカの最高裁において現在リベラル派と保守派のメンバー構成というものは保守派の方が多くなっています。そしてこの保守派が多いというのはトランプ大統領にとっては有利だと考えられています。ですから、それぞれ各州で行われている裁判よりもむしろ最高裁へと話を持っていき、最高裁で勝利することこそが重要だと考えられています。そのため、各州で行われている裁判で次々と棄却されていること、それ自体は大した問題ではないという解釈もされています。ただし、この点に関しては私は全く異論を持っていて、トランプ陣営がそのような戦略を持って、とにかく最高裁に持っていけばいいんだという考えを持っているとしたら、これは大きな戦略上の失敗だと言えるでしょう。なぜならば、全米各州で行われている裁判において、その下のレベルの段階から勝訴を積み重ねていけば、たとえ最高裁まで持ち込むまでに時間がかかったとしても、トランプ大統領が不正な選挙だといったことに対して、非常に強い国民の支持というものを集めることができたからです。しかし、現状においては、証拠を十分に出せず、とにかく最高裁に持っていけばいいんだというこの選挙戦略というものは、各州で負けてしまうという現象を起こして、これによってトランプ大統領の言っている不正選挙だと言っていることに対する支持が集まらないという現状を生み出しています。トランプ陣営の言っている不正選挙の話というのは、例えばドミニオンと呼ばれる集計マシーンについてのソフトウェアにいわばバックドアというものが設けられて操作が可能だったのではないか。また、そのサーバーなどが置いてある場所などにおいて海外勢力からの不正アクセスというものがあり、その不正アクセスによっていくらでも表というものがいじれたのではないかといったようなことなどが言われています。このような点に対して重要な証拠として実際のサーバーを機械的に抑えようといった話や、それらの機械による集計に不正や問題があるということをいわば証拠として出すことができれば、トランプ大統領の言うこの選挙に不正があったということを証明することとなるでしょう。ですから、実際に証拠をいかにして出して裁判において勝つかということこそが今の重要なポイントなのです。そして、このようにアメリカの状況というものもまだまだ混沌としている状況ですから、日本の報道も本来であればもう少し控えめにするべきです。しかし、日本の報道においては、ほぼほぼバイデン候補で決まりだろうというような形で、トランプ陣営の言い分にはほとんど触れていないのが現状です。ですが、動画の最初でも述べたように、手続き上においてもまだ次期大統領というものは確定していないのですから、一方の側がこの選挙には不正があったんだ、こんなことがあったんだといったような発言をしていることに対して、もう少し日本のマスコミも取り上げて検証を行うことを報道すべきだと私は思います。一般的な報道としてそのような検証を行わないので、インターネット上ではそれぞれ各人や各集団がトランプ陣営の言い分というものを検証したり、もしくは伝えたりするような展開となっています。そしてそれぞれいろんなところでいろんな行動が行われているものですから、それらについての評価というものも人それぞれですし、その発言やそのニュース性などについて信頼性がどれほどあるのかというのは、それぞれまちまちというような状況になっています。このような状況で起こっているのが、まさに場外乱闘とも言えるような意見の対立です。作家の百田直樹氏と政治系 YouTuber として有名な和也氏との間で法廷闘争が起ころうとしていることがインターネット上で話題となっていました。もともとは作家の百田直樹氏が大統領選挙の結果を受けて、もはやバイデン候補で決まりだろうといった話を受けたときに、いやいやこの選挙には不正があるんだからトランプ大統領の方にまだまだ耳を傾けるべきだといった話をしていたわけですが、一方ではそのような話をすることに関して、もう決まったような話なんだからそのように蒸し返すようなことをすべきではないといったような発言をされて、そのことについてぶち切れたような形となりました。そのような時に、もともとは保守系の YouTuber がトランプ推しだった人がバイデン推しになった。こんな金儲けのためにやっているようなことだからといったような少し売り言葉のような言葉を発して、その時に非常に重要なのが、この保守系 YouTuber というのが一体誰なのかという具体的な名前というものを挙げなかったものですから、非常に有名な政治系 YouTuber である和也氏に
に該当するのではないかと、百田氏の発言を聞いた人たちが思い、それによって和也氏に対する批判というものも多かったようです。そのようなことから、和也氏は YouTube 上の動画において百田氏の話などもしますし、そのようなギスギスした話の中で、最終的には双方の行き違いもどんどんとエスカレートし、最終的にはもう大鳥で白黒つけようじゃないかといった形で百田氏が言い出すようなこととなっています。このお二人の話がその後どうなるかというのは、それこそお二人の話なので大きな話ではないのですが、問題なのは現在の国政情勢下においてアメリカの次期大統領が誰になるかというのは日本にとっても非常に重要で、その次期大統領を決める選挙において不正があるのではないかと片方が言っていることに対して、日本の報道などがほとんど触れていないというその報道姿勢こそが一番の問題でしょう。それこそ組織として人数もたくさんあり予算もあるという点においては、個人で活動しているような人たちよりもはるかに機動力と経済力があって十分に調べができるはずなのです。日本の報道機関がこうした選挙に不正があったのかなかったのかという点についてもっと徹底調査してこれを報道するようなことをしていれば、少なくともこのような場外乱闘などが発生することもなかっただろうにと私などは思ってしまいます。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。